にちは。今回はそのビスクドールは恋をする第14話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。風邪の時って心細くなるよね。泣き顔かわいい。一人暮らしで風邪ひくと結構きつい。これで付き合ってないは無理がある。まあ一人暮らしで体調崩すとこのまま死ぬかなと買い替えは思うよな。一家に一台五条くん欲しいな。これワイが風邪ひいて泣いても五条くんはいないんやな。2期はほんま雰囲気変わったな。これこんな理想的な男がいるわけねえだろ。せめてセーヌルタイトルのポスター剥がせ。年取って風邪治るのに1週間かかるわ。これもヒロインが死ぬ最後のシーンやろ。もう付き合ったようなもんやろ。液体のりは輪郭隠しか。隠すやつか。なるほど。ちなみに村瀬歩キュンラジオ曰く性自認は男だし普通に男ですとのこと。好きな作品はプリンセスプリキュアでキュアフローラ好き。人生に悩んでた時に救われたそうで、プリキュア感謝祭でキュアフローラ役から感謝の手紙をもらい女児たちの前で号泣した。めっちゃ肌荒れしそう。そういうのがあるんだ。なるほど、骨格の問題か。勉強になるな。プロやな。なるほど、輪郭隠すのね。レイヤーは大変やな。18金はないんか。コスプレイヤーさんは体張っているんやな。マー女装はどう見ても男の骨格だからな。まあポリビニルアルコールだからそんなに肌に悪くはない。確かにうまく隠してる。男だと首を隠さないと喉仏でバレる。わかるぞ。プリンセッションオーケストラでやってた。輪郭は男女差というか遺伝的なものでは。顔にのりはいかがなものかと。俺も女装してみるか。一期はすでにぼっちや逃げ若の方に回ってる人ら多かったが、ケロリラ筆頭に元から全部参加してる人はいたが、2期は明らかに参加してる人らが増えてるな。演出が他に作品な感じ増えてる。パイは装備。ここで装備していくかい。パイを装備だと。お前らはデブだから標準装備してるな。パイは装備できる。パイって売ってるのか。火を呼んでもこんな巨乳の自撮りできるってことですか。むしろまな板なほど違和感なく装備できそう。北川さんかわいい。一気の巨乳を晒しで隠すよりは簡単かもな。もうなんか頭おかしなるわ。やっぱ雫タンコスが一番だな。やろうの。パイなら明日の夕方に NHK に来てください。来週はサマポケの大会の耳をパイ連呼するのか、五条くんがパイジョーくんになるのか。面白かったから眠気飛んだ。ノリとかコスプレよ。パイとか意外に知らないんだなお前ら。なんだか30分が25分に感じるわ。オタクギャルより五条くんの方が存在としてはよっぽどファンタジーだよな。アハレンさんよりライドウくんのがファンタジーみたいな。俺も五条くん嫁に欲しい。オタク趣味とコスプレに理解のある彼だからね。今のお前らエロくてオタクに優しいコスプレギャル最高。30分後のお前ら不良に優しい優等生お嬢様。そんな女家によ。なぜなのか。本編より日常パートの方が面白いことよくある。そういえば予告に性別逆転ミスコン男コンの話があったが、五条くん装備するのか。2期のがよく動くけど1期のが絵から溢れ出るキラキラ感は上だな。そういやマリン役の人って声優な。つまり普通父のキャラをデカパイに描いた俺はパイを装備したキャラを描いていたということで許されたな。あまねさん可愛すぎるわ。村瀬くんの声もいい。こんな可愛い子が女の子のはずがないわな。ガチの女装マニアだ。本当に生えてるのちょっとおじさんに確認させてよ。これマリンのコスプレって言われても何の違和感もないよな。可愛い上にちまるとパイついてるからお得。パイは装備できる。名言。ちまるは入るもの。パイは装備するもの。2.5 次元にも男の娘レイヤーいたな。実在するのか。この作品ってさ、男の方が可愛いんだよな。五条くんとかこいつとか。ただの
のホモなのでは。可愛い声の女の子だなと思ったら男かよ。骨格とかちょっと触りたくなってる。村瀬歩の声は性別を超越しているな。さすが五条くん、職人肌で研究熱心。かぶれそう。直にはレベル高え。肌荒れするよね。追って三ワッハよ引っ張るな。また新たな世界の扉を開きそう。五条くんが貝を装備。最近のつけおっぱいはマジですごい。本物と変わらない。そういうのは高いけど。おう、パイは持ってるだけじゃ意味ないぞ。ここで装備していくかい。パイは装備できるからワードセンスが狂ってる。褒め言葉。にしても一気に比べてキャラ増えたな。エンディングめっちゃええやん。エンディングも枚数使ってんな。ミキもめっちゃ面白い。唐突にセイラ出てきてビビった。あまね編はさすがに買いまたぎね。想像してたけど村瀬歩すげえ。ラブコメ作品恒例の看病イベント入りました。おっぱいは装備品か。目から鱗や。エンディングコスにハニエルあったけど、あれは3匹対しろってチラ見せだろうな。実はこれ連続にクールでした。で展開はないの。わちゃわちゃした演出が増えたな。だが男だ。ところどころ入るギャグもクスッと笑えるのがこの作品のすごいところなんよね。登場人物一気に増えてきたけど、これ全員の心の中でお前らも付き合っちゃえよってなるパターンや。エンディングめっちゃいい感じで笑う。一期より好きかもしれん。エンディングのマリンかわいい。曲もいいね。あまねが予想以上に良かったぞ。やっぱ村瀬くんの可愛い演技はええな。最高のあまねくんだった。あまねさん、ちゃんと男が作った女性なのが最高。村瀬歩って女性じゃないの。プリキュアでしょ。前半おね後半男の子。マリンちゃん風邪ひきパートはすぐたさん本当に風邪ひいてたんってなるやばい声出してたな。喉潰してないか心配になったわ。マリンの部屋相変わらず終わってて草。しずくたんのアヘ顔やはり強えな。五条くんを一瞬で賢者タイムに。マリン看病してる五条くん、マジで嫁だなって。ちょろっと出てきたセイラちゃんが可愛かった。金髪なんだね。マリンちゃんの友達のフルネーム、アニメで初めて知ったわ。セーラはともかくカレンも声付きで出てくるとは思わなかったわ。てかセーラの CV は香山しおんじゃん。タイトルのおっぱいの話出たの最後の最後じゃねえか。宣伝の方が良いけど、作ったおっぱい装備している人増えてるもんな。おっぱいは装備できることの言葉はちゃんと胸に刻んでからネットに転がってる巨乳コスプレ写真を見るようにしてね。おっぱいは装備できるからはパワーワードすぎる。原作読んだ時は世の中にはこんなにコス用のおっぱいがあるんやなと、いろいろカルチャーショックでした。コスプレの世界は深い。マリンを看病する五条くん、彼の温かさと元気ないペシオペショな彼女が良かったな。女装コスプレイヤーのあまねと出会う。そこで新たなコスプレ技術を学ぶ。奥が深い。あと助け合いの精神がつながっているのが最高に良い。今回は男性の女装レイヤーさん登場です。キセ恋が面白かったのは自分の知らない世界の話を知ることができるところにもあって、女装の話は興味深いです。追った息になります。恋愛要素も増えてきて悪くはないけど、いいバランスでやってほしいですね。当たり前のことだけれど、他人に付き合ってるのかと問われることはどちらにしろ本人に自覚を強く促す。だからこその直後の勘違いと行動であり、2人の関係が一段と進んだ回ではなかろうか。にしてもやっぱり場面のつなぎ方とかがあまりにも心地よすぎて泣いた。ラブコメで何千回と見た風邪をひいて管理をするシーンも、セリフとお芝居と演出によってはハンターハンターのメル M と小麦のラストシーンくらい感動するんだと衝撃を受けた。何千回見たはずが初めて見るような新しさもあって、キセ恋の凄まじさに毎週心を射抜かれている。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは
最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。